も皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。今回は FPS ゲーマー用おすすめの NVIDIA 設定を紹介していこうと思うのだ。それでは早速始めていくのだ。まずはじめに GeForce Experience をダウンロードするのだ。 GeForce Experience ではドライバーのインストールや更新を簡単に行うことができるのだ。ドライバーのインストールや更新を行うことで GPU の性能を最大限引き伸ばすことができるのだ。ダウンロードをクリック。ダウンロードしたものを開いて同意インストールをクリック。ログイン画面が出てくるのでログインするのだ。ログインが終わったらスキップするをクリック。上にあるドライバーから最新の GeForce ドライバーをダウンロードするのだ。ダウンロードをクリック。ダウンロードが終わったらエクスプレスインストールをクリック。インストールが終われば完了なのだ。ドライバーがインストールできたら PC 画面を録画・配信する機能を使わない場合は PC のパフォーマンスのために無効にしておくのだ。右上にある歯車からゲームオーバーレイをオフ。ドライバーのインストールができたら NVIDIA コントロールパネルの設定をしていくのだ。デスクトップの何もないところで右クリック。NVIDIA コントロールパネルをクリック。開けたら 3D 設定の管理から。ここからは 3D 設定の管理一つ一つの項目を解説していくのだ。まずはじめにイメージスケーリング。これは低解像度でレンダリングを行い、アップスケールして出力する機能なのだ。今回は 1920×1080 ネイティブ解像度での設定を紹介するのでオフ。次に CUDA GPU。GPU が高度な計算処理を実行するためのものなのだ。すべてに設定。CUDAシステムメモリフォールバックポリシー。フォールバックとは代替手段への切り替えという意味なのだ。説明にも書いてある通り、CUDA を使うアプリが GPU メモリ不足になった時にシステムメモリを使用して処理を続行するためのものなのだ。 GPU メモリがいっぱいになった場合、CUDA はより低速なメモリを使用するパフォーマンスコストでシステムメモリへのフォールバックを許可する場合があります。とあるようにシステムメモリへ切り替えることで処理が遅くなってしまう場合があるのだ。なのでシステムメモリフォールバックなしを優先に設定して、アプリがクラッシュするならシステムメモリフォールバックを優先にするという感じがいいと思うのだ。 DSR 係数高解像度機能なのだ。パフォーマンスのためにオフ。OpenGL GDI の互換性。OpenGL は2次元および3次元グラフィックスを描画するための API。 OpenGL を使ったアプリやゲームで有効なのだ。説明にもある通り、パフォーマンスを優先に設定するとパフォーマンスと電力を最適化することができるのだ。特にノートブック PC にかなりのメリットがもたらされると書かれているのだ。パフォーマンスを優先するに設定して問題があった場合は自動または互換性を優先するにするのだ。バルカン OpenGL の既存の方法。バルカンとはゲームエンジンまたはゲームのアプリケーションに使用されるグラフィックス API、DXGI、SWAP チェーンのレイヤーを優先するに設定すると、バルカンまたは OpenGL として処理、レンダリングされたフレームの出力が DXGI から行われるのだ。推奨は自動なのだ。アンチエイリアシングはパフォーマンスが低下するため全てオフ。アンビエントオクルージョンもパフォーマンスのためオフ。シェーダーキャッシュサイズ。シェーダーキャッシュとはゲームの描画データなどを HDD 内に保存し CPU の負荷を下げるためのもの。シェーダーキャッシュサイズを大きくすると FPS ドロップやカクつきが治る可能性があるのだ。シェーダーキャッシュサイズを大きくするときは HDD の空き容量が圧迫されていないか注意するのだ。
スレッドした最適化。アプリが複数の CPU を活用できるものなのだ。自動化オンで OK。テクスチャフィルタリング。クオリティ、パフォーマンスのためにハイパフォーマンス。テクスチャフィルタリング。トリリニア最適化。ダイレクト X パフォーマンスのためにオン。テクスチャフィルタリング。ネガティブ LOD バイアス。パフォーマンスのために許可。テクスチャフィルタリング。違法性サンプル最適化。ダイレクト X パフォーマンスのためにオン。トリプルバッファリング。3つのフレームバッファで描画を行うもの。有効にすると遅延が増加するのでオフ。バックグラウンドアプリケーション最大フレームレート。バックグラウンドで起動しているアプリの FPS 制限をするものなのだ。バーチャルリアリティ、可変レートスーパーサンプリング、VR 設定なのでパス。バーチャルリアリティレンダリング全フレーム数。これも VR 設定なのでパス。マルチフレームサンプリング AA、アンチエイリアシング機能。パフォーマンスのためにオフ。低遅延モード。NVIDIA リフレックスを有効にしている場合は無効で OK。NVIDIA リフレックスに対応していないゲームで遅延を減らしたい場合は、低遅延モードをオンまたはウルトラにできるのだ。優先的に使用するリフレッシュレート。利用可能な最高値に設定。垂直同期。ディスプレイの更新スピードとグラフィックカードが画像を作るスピードを合わせる技術なのだ。ティアリングをなくしたい時などに有効なのだ。有効にすると遅延が増加するのでオフ。最大フレームレート。これはそのままの意味なのだ。違法性フィルタリング。パフォーマンスのためにオフ。電源管理モード。パフォーマンスのためパフォーマンス最大化を優先を選ぶ。これでグローバル設定は完了なのだ。次はプログラム設定から DWM の電源管理モードを変更していくのだ。DWM というのはデスクトップウィンドウマネージャーのことなのだ。DWM はデスクトップ上の画面の描画、画面表示に関わるプログラムなのだ。このプログラムを停止するとフリーズしたり画面が表示されなくなるのだ。つまり DWM が OS にとって重要なものであることは間違いないのだ。だけど DWM の電源管理モードはグローバル設定を変更しても初期設定はパフォーマンス最大化を優先ではなく適用に設定されているのだ。パフォーマンス最大化を優先に設定することで DWM が関わる画面表示などのパフォーマンスを向上させる狙いなのだ。プログラム設定から追加をクリック、参照をクリック、 PC、C ドライブから Windows、システム32、DWM.exe を探すのだ。見つけたらダブルクリック。スクロールして電源管理モードをパフォーマンス最大化を優先に設定。設定できたら適用をクリック。ここからはより深く設定していきたい方向けなのだ。NV クリインストールを使うことで NVIDIA ドライバーの不要な部分を除いてインストールを行うことができるのだ。NVIDIA ドライバーには USB-C ドライバーやフレーム流 SDK、データ収集機能などの大抵のゲーム環境で不要なコンポーネントがインストールされていて、それらがバックグラウンド処理に影響を及ぼす可能性があるのだ。また、不要なコンポーネントの中には GeForce Experience や公式サイトからのカスタムインストールでは取り除けないものもあるのだ。そこで NV クリインストールを使ってドライバーのインストールをしていくのだ。その前にまずは今入っている不要なコンポーネントを削除するのだ。 Windows マークから設定を開いてアプリ NVIDIA ドライバーを見つけたら NVIDIA ドライバーの他にインストールされているコンポーネントがあるのだ。上から順に NVIDIA フレーム流 SDK、グラフィックスカードのパフォーマンスをリアルタイムで測定するためのものなのだ。少し調べてみたんだけど、このコンポーネントが原因でプチフリーズが起きている人を見つけたので、不要な場合はアンインストールすることをおすすめするのだ。次に NVIDIA HD オーディオドライバー。接続されたモニターに HDMI でオーディオを送信するためのものなのだ。イヤホンやヘッドホンを使っている人には不要なのだ。次に NVIDIA Physics システムソフトウェア。 NVIDIA が開発、提供しているリアルタイムの物理演算エンジンなのだ。フィジックスを利用したゲームをプレイする場合に必要なのだ。次に
NVIDIA USB-C ドライバー、NVIDIA グラフィックスカードと USB-C 接続をサポートするものなのだ。USB Type-C を使わない場合は不要。NVIDIA グラフィックスドライバーは必須なので注意してほしいのだ。不要なコンポーネントをすべてアンインストールするのだ。それでは NV クリインストールを使ってドライバーのインストールを行っていくのだ。概要欄の URL からダウンロードをクリック。左上のプロセスト to you と書かれているものをクリック。ダウンロードが始まるのだ。ダウンロードしたものを右クリック。管理者として実行。こんな画面が出てくるのだ。動画には簡単な翻訳をつけておくのだ。ハードウェアに最適なドライバーをインストールしますにチェックが入っていることを確認して NEXT をクリック。ここからインストールするコンポーネントを選択していくのだ。一番上のディスプレイドライバーは必須なのだ。絵から順に解説していこうと思うんだけど、さっき説明したフィジックスや USB-C ドライバー、フレームリュー SDK、GeForce Experience などは割愛させてもらうのだ。HD オーディオビア HDMI、接続されたモニターに HDMI またはディスプレイポート経由でオーディオを送信する場合に必要。イヤホンやヘッドホンを使っている人は不要なのだ。マイクロソフトビジュアル C2017 ランタイム、NVIDIA の一部のオプションに必要。通常はシステムにすでにインストールされているのでチェックはつけなくて大丈夫なのだ。オプティマス総合グラフィックスと NVIDIA 個別の GPU を切り替えることでノートブック PC の電力使用量を最適化するもの。ノート PC 向けの電力消費を抑えてバッテリー寿命を伸ばす機能なのだ。デスクトップ PC には不要。クアドロビュー、複数の仮想デスクトップを追加することで Windows に組み込まれているマルチモニターのサポートを強化し、アプリケーションを割り当てたりデスクトップ間を素早く切り替えたりできるようにするもの。ゲーマーには不要。ビジュアルオーディオ、シャドウプレイのオーディオ録音機能を提供する。シャドウプレイを使用してゲームプレイを録画する場合に必要。テレメトリー、システムから収集したデータを NVIDIA に送信し NVIDIA が製品やサービスを改善できるようにするもの。不要。NV コンテナ、他の必須ではない NVIDIA 機能が使用するサービスを提供するもの。GeForce Experience またはテレメトリをインストールする予定がない限りこれは不要。 NV プラットフォームコントローラー、エイサープレデタートリトン500などの一部の珍しいラップトップで使用されるドライバーを追加する。シャドウプレイ、ゲームプレイを録画、共有、ストリーミングするもの。シールドストリーミングサービス、シャドウプレイにライブ配信機能を追加する。ドライバーアップデートノーティフィケーション、NVIDIA が新しいグラフィックドライバーをリリースした時に GeForce Experience がそれを検出して通知する機能。ドライバーアップデート、GeForce Experience が独自のコンポーネントを更新する機能。バーチャルホストコントローラー、シールド、デバイスの USB ポートへのアクセスを提供するために使用される。シールドデバイスっていうのはおそらくこれのことなのだ。Node.js、GeForce Experience に必要なもの。NV バックエンド、同じく GeForce Experience に必要なもの。プロセスモニター、プロセスとモジュールを監視するドライバー。基本的に GeForce Experience と Shadow Play を使う場合はこんな感じに、Shadow Play を使わない場合はこんな感じになると思うのだ。ちなみにShadow Play も GeForce Experience も両方使わない場合は GeForce Experience コンポーネントから下は全て不要なのだ。Shadow Play を使わない場合、ドライバーのアップデートは NV クリインストールで行えるので、より多くのコンポーネントを削除できるこの方法がおすすめなのだ。インストールするコンポーネントを選択できたら NEXT をクリック。インストーラーの作成が行われるのだ。次にインストールの微調整をやっていくのだ。インストーラーのテレメトリと広告を無効にする。エキスパートの調整を表示にチェックを入れて、ドライバーテレメトリを無効にする。 HDCP を無効にするにチェックを入れる。イジーアンチチートと互換性のある方法を使用する。ドライバー未署名、警告を自動的に受け入れるにチェックを入れて NEXT をクリック。
一番上のインストールをクリック。同意をクリック。次へをクリック。ドライバーのインストールが始まるのだ。これで設定は完了なのだ。最後まで見てくれた方、ありがとうございますなのだ。これからもゲームの設定についての動画を投稿していくので、よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますなのだ。それでは、バイバイなのだ。